肩周りが凝ったからといっていっぱいこうやって揉んだりとかほぐしたり、そういったことやられると思うんですけど、それをやってもなんですぐ戻ってきてしまうのか。1、肩甲骨しっかり動かしてくださいね。2、3。はい、皆さんこんにちは。頭痛の相談所の細谷です。今日はですね、肩こりから来る頭痛、そのほぐし方を皆さんにお伝えしていきます。肩周りがパンパンに張ってくると、首の後ろから後頭部にかけてがずーんと重くなって痛くなってくる。夕方頃になってくると頭がもうすごく痛くなってきてしまう。肩を揉んだり叩いたりしてもその時はすごく楽になるんだけど、すぐまた戻ってきてしまう、そんなお悩みをお持ちの皆様、もしですねそんな肩こりとセットの頭痛をお持ちの方であれば、今回の動画非常に役に立つと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。なんで肩を揉んでもまたすぐ戻ってきてしまうのか、その本当の理由と根本から緩める方法までしっかりお伝えしていきます。それではやっていきましょう。ではまずですね、なんで肩こりで頭が痛くなってくるのか。肩こりの中心となる筋肉の一つが、ここの肩にある僧帽筋という筋肉なんですね。これ実際に骨模型で見てみると、この骨模型の後ろ側、ちょうどこの後頭部の部分からここの肩の部分だったりとか背骨の部分かけて、こういうひし形の感じでついてる、そんな筋肉が僧帽筋になってます。で、この筋肉が凝って血の巡りが悪くなってしまうと、この肩周りに疲労物質が溜まってきて、周りの神経を刺激してしまうんですね。それがこの肩周りから首をたどって頭の方に痛みが広がってくる。そうすることで肩こりから来る頭痛というものが起こるんですね。ここまではですね、皆さんなんとなく聞いたことあるかもしれないんですけど、今日一番大事となってくるのはここからなんですね。肩周りが凝ったからといっていっぱいこうやって揉んだりとかほぐしたり、そういったことやられると思うんですけど、それをやってもなんですぐ戻ってきてしまうのか。ここで一つ実際に見てほしいんですけど、ここの肩にある肩甲骨というこの三角形の骨ありますよね。この骨が実は原因だったりするんですよ。なぜかというと、先ほどお伝えしたこの僧帽筋、背中に大きくひし形で張ってるような筋肉なんですけど、この筋肉が実は肩甲骨のこの辺りについてくるんですね。ですので肩甲骨はいわば肩を動かすための土台となるプレートになるわけなんですよ。例えば腕を上げるだったりとか腕を回す、こういった動きがあると思うんですけど、この動きはですね、この肩甲骨がこの背中の上をきれいに滑って動くから成り立つ動きになるんですね。ところがですね、例えばデスクワークをする方、パソコンとかをよくやる姿勢でこうやって丸まって作業する、もしくはスマホをよく見られる方で少しこの猫背になって下向きにスマホを見る、そういった動きが多い方になってくると、この肩の肩甲骨が背中に張り付いたまま動かなくなってきてしまうんですね。そうするとどうなってくるかっていうと、この土台となる肩甲骨が動かないので、そこにくっついてくる僧帽筋もなかなかこう伸び縮みができなくなってきてしまう。そうするとずっとこわばったまま血の巡りが滞ってしまって、どんどん固まっていってしまうんですね。つまりこの肩こりの本当の原因というのは、凝って辛いその筋肉を使いすぎた、そういったことよりも、この土台となる肩甲骨が固まってなかなか動かなくなってきてしまう、そういったことが原因だったりするんですね。逆に言えば、この固まった肩甲骨を剥がすように動かしてあげれば、ここの僧帽筋は自然と動きを取り戻して血の巡りも良くなってくる、そういったメカニズムになってるわけです。ですので今日は肩周りを揉むんじゃなくて、この土台となる肩甲骨をしっかりと動かして根っこから緩める、そんな運動をお伝えしていこうと思います。その前にですね、一つだけ注意点があります。
今頭の片側がズキンズキンと激しく痛むような方、片頭痛というものをお持ちの方ですね。それから突然の激しい頭痛があったりする方、そういった方は今回の運動は不適用となりますので、ゆっくり暗所で休むなり適切な病院にかかるなりして、ぜひ専門医の方に見てもらうようにしてください。はい、では肩こりから重い頭痛を持った皆様、一緒にやっていきましょう。まずはですね、今の体の状態を覚えておいてください。僕と同じ感じで両腕を前から上にまっすぐ上げてみましょう。よいしょ。この動きがですね、どこまでスムーズに上がるのか、ここが限界だようなのか、ここが限界だようなのか、あとは肩周りの動かした時の重さ軽さ、どんな感じかしっかり覚えておいてください。運動した後にね、一緒に比べていきましょう。それでは実際に今すぐ使える運動の方やっていきたいと思うんですけど、今回僕立ってやります。ただデスクワークとかの最中にもできる運動になるんで、そういった方は座ったままでも全然 OK です。まず1つ目の運動いきましょう。1つ目はですね、肩甲骨を大きく動かす基本の動きになってきます。まずこのような形でですね、両手を広げてですね、自分の肩に当てましょう。右手が右肩、左手は左肩、こういった感じで乗せてください。この状態でですね、肘を大きく回すように後ろ向きに動かしてあげてください。で、この時に注意することがあって、動かすのはここの肩の部分というよりかは肩甲骨を動かしていきたいんですね。なので後ろに回した時に、後ろに切った時にはここの間の肩甲骨がしっかりと寄る、しっかりと肩甲骨が寄ってる、こういう状態を作ってほしいんですね。でまた後ろに行ってる時に前側の胸がしっかり伸びて腫れてるよ、こういったことも意識してしっかり回していきましょう。それでは僕と一緒にやっていきましょうか。肩に手を置いて後ろ向きに5回大きく回します。1、肩甲骨しっかり動かしてくださいね。2、3、4、胸張ってラスト5回、いいですね。これができたら今度反対回りにも回していきましょう。前向きに回していきます。1、2、この時も肩甲骨しっかり寄せましょう。3、4、はい、最後5、よいしょ。お疲れ様でした。さあどうでしょうか。実際にやってみた方、この肩甲骨周りじわじわと暖かくなってくる感じありませんか。はい、そして今度2つ目の運動いきましょう。2つ目はですね、肩甲骨を背骨にギュッと寄せる、そんな動きになってきます。体の横でですね、両肘を軽く曲げましょう。そして指先をこう前に向ける感じで、横から見るとこういう感じでセットします。そしてこの状態で両肘を後ろにぐーっと引きます。でこの時もイメージは肩甲骨をしっかり背骨に寄せてあげる。横から見ると肩甲骨をしっかりぐーっと寄せてあげる、こんな感じ。後ろから見るとぐーっと、どうですか、これ肩甲骨寄ってるの見えますかね。こういう感じでしっかり肩甲骨が背骨によって動いてるよ、こういう状態しっかり作ってやってほしい運動になります。そしてですね、しっかり寄せ切ったらここで5秒キープ。1、2、3、4、5、そしてふっと力をゆっくり抜いていきましょう。こういった運動になってきます。これをですね、何回か繰り返してやっていきましょう。今回は一緒に3回やっていきましょうか。じゃあ体の横で手セットしてゆっくり肩甲骨を寄せます。グーキープ。1、2、3、4、5、はい、力を抜きます。もう一回肩甲骨しっかり寄せます。グッ、1、2、3、4、5、はい、ゆっくり力抜いてラストいきましょう。肩甲骨しっかり寄せます。グッ、1、2、3、4、5、はい、力抜いてお疲れ様でした。
この運動をやっていくときはですね、張り付いていた肩甲骨をしっかり剥がして動かすようなイメージを持つと良いと思います。はい、ここで一つ皆さんにお願いがあるんですけど、今までやった運動、もしやっていく中で痛みが起こっちゃったよ、そういった人はですね、無理にやりすぎないようにしてください。例えば動かしてる時にゴリゴリゴリとか音が鳴ることはあると思うんですけど、ここは痛くない状態なのであれば大丈夫です。ただ痛みが出ちゃうよ、そういった方もいると思うんですけど、そういった方に関しては痛みが出ない無理のない範囲からまず動かしてあげるようにしてください。それでは一緒に動きの方をまた確かめていきましょう。両腕を前から上にぐっと上げてみてください。おー、どうでしょうか。さっきより腕が結構スムーズに上がったよって、そんな感じしませんか？あとはですね、肩周りがすっと軽くなって動きやすいな、そんな感じありませんでしょうか。ここでですね、上げやすい、動かしやすいな、そう感じた方、肩甲骨が動き出して血の巡りが戻ってきたサインになってます。今1回やっただけでこの変化が分かりにくいよっていう方に関しては、毎日コツ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 続けていくと体の変化、肩周りの軽さ、そういったものが分かりやすくなってくると思うので、コツ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 隙間時間でね、できると思うんで続けてみてください。それでは最後に今日のポイントをおさらいしていきましょう。1つ目、肩こり頭痛の中心は僧帽筋という筋肉でも、その根っこは土台となる肩甲骨、ここの動きなんですね。2つ目、なので肩周りを揉むというよりも、その土台となる肩甲骨をしっかり動かしてあげる。そうすることで僧帽筋が根本から緩んでいきます。そして3つ目、肘を回す、肩甲骨を寄せる。この2つの動きで土台からしっかりリセットしていきましょう。肩こりは揉むよりも動かす、これをしっかり覚えておいてほしいです。そしてですね、肩こり頭痛、大元には頭を支える首の筋肉のこわばりも関わってきたりするんですね。この首の筋肉のケアに関しては別の動画で解説してますので、こちらもぜひ合わせて見てみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日の内容を少しでもやってみたいな、そう思った方はぜひ高評価とチャンネル登録で応援してください。またですね、こんな頭痛についても知りたい、解説してほしい、またこんなセルフケアを教えてほしいよ、そういったことがある場合、お気軽にコメント欄で教えてください。一つ一つしっかり拝見させていただいて、動画の参考にさせてもらいたいと思います。そして肩こり頭痛で本当に困ってる、しんどいよ、そういった方はですね、概要欄からお近くの心整体院グループを調べてみて、ぜひお気軽に覗いてください。専門の施術者があなたの体をしっかり見させていただきますので、ぜひね、困った、しんどいよ、そういった方はお気軽に行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。頭痛の相談所の細谷でした。